おっ、こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの餌やりの様子をご覧いただきたいと思います。なかなかね、ヘビが餌を食べてるところって想像はしたことあっても実際のところを見たことはないんじゃないかなと思うんですが、基本的にショップとか日本で飼育されてる方は冷凍のネズミを解凍してあげることが多いと思うんですけど、今日は本来はこういう生きたネズミを食べるので、本来の餌やり、餌を食べる動画っていうのを見ていただけたらなと思います。この子はうちのラットファームで繁殖してる子ですね。そしてこの子はなんかめっちゃ元気だね。食べるかな。はい、気づくでしょうか。ヘビというのは温度と匂いで餌を判断するんですけど、もう結構そわそわしますね。今までは外に出ようと上ばっかりいたのに、温度と匂いのある方に。でもなんかボールパイソンっていうのはペットスネークとしては世界で最も人気の種類で、アメリカとかだと爬虫類といえばボールパイソンと考えられていたりもします。日本だとね、トカゲとかヤモリとかが一般的だと思うんですけど、世界で爬虫類といえばボールパイソンっていうようなところがあります。最も人気のある国はアメリカで、アメリカはもうなんかメガマーケットですね、ボールパイソンの。その次はドイツを中心としたヨーロッパでも人気なんですけど、本来はアフリカが原産のヘビです。トーゴとかベナンとかそういうところにいるヘビで、普段は土の中にいたり洞窟にいたり、なんかくぼんだアリ塚とかにいたりします。でヘビ全般に言えることだと思うんですけど、犬とかみたいに活動的にいろんなところ行ってはしゃいでとかじゃなくて、じーっとして餌が来るのを待って餌が来たら食べるっていうような生き方をしているヘビです。こうやって自分の巣穴にネズミが迷い込んできたりとかすると、餌だっつって食べたりしますね。なんかでも随分それどころじゃない感、めちゃめちゃ外に行きたがってます。そんな細いとこ、そんなにパワーのある生き物でもないので、これ今乗っけてるだけなんですけど、その持ち上げるっていうのもちょっとこのサイズだと難しいですね。どうしたんだろう。あんま認識してないのか。でもすごいリアルな映像かもしれませんが、こうして生きた哺乳類とか、鳥とかも食べたりするんですけど、食べて彼らは生きております。これ巻きついてるのは、窒息させてるわけですね。下半身に巻きつきすぎてて巻き込めてないような気もしますが、窒息させて絶命させてゆっくり丸飲みというのがヘビの捕食スタイルです。締めてる。ライオンとかだったらね、生きたトムソンガゼルをガブッといって引きちぎって咀嚼して飲んだりしますけど、ヘビは丸飲みスタイルなので噛んだりしないので、しっかりと絶命させてからゆっくりと飲んでいく感じです。白ヘビだと分かりやすいんですけど、その締め付けにはかなり力が入っていて、今もう頭がピンク色になってるの分かりますかね。これは充血しています。思いっきり力が入っている証拠ですね。普段うちでは生きたネズミを与えることはないんですけど、冷凍ラットって言われるものを解凍して与えているんですが、こういう動画の時はヘビの捕食のリアルな部分の一つの教材になるかなということで、ラットファームから生きたラットちゃんを持ってきてあげています。ちょっと今回巻き込みというか締め付けにあんまりうまくいってなくて、本来だったらもっと短時間でラットも絶命するんですけど、ちょっと時間かかっていてかわいそうですが、できればね苦しまずにというか苦しむ時間少なくいてくれたらなと思うんですけど、これも生き物のリアルかなと。動いているうちは彼ら食べないですね。
だからもう完全に脈動も消えて呼吸も消えてってなったら少し体勢を整えてだいたい頭から飲み込みに行きます。動き始めた。もう飲み込めると安心したのかもしれません。だいたい頭を探して頭から行くんですけど見失っとる。何か思い出したように。頭どこだっけな。こっちかな。こっちかな。違う。もっと下の方。もっと下よ。お、そっち。お、違う。そっちじゃない。こういうところも可愛いですね。自分のボディで分かんなくなってる。お、いっけ。スルー。結構ね、その食い意地の張った生き物じゃないんですね、ボールパイソンって。これもう目の前になんか美味しいものあったら無限にいつでも食べちゃいますけど、なんかこうやって時間がかかったりするとなんかもういいかなって食べる気なくなっちゃったみたいになったりもします。そういう時は置いといてあげるとまた気が向いた時に食べたりするので。おなかなか見ないですね、このヘビとネズミのキスシーンじゃないけど顔が寄り添って並ぶっていうのは。なんか抱擁みたいになってる。うちだと常時500匹ぐらいボールパイソンというヘビがいて、で多い時だともっと2,000近くいたりとか、ブリードルームっていうボールパイソンのブリードをしてる施設もあるので、そっちも合わせると常にものすごい量のボールパイソンがいるんですよね。でそのボールパイソンの裏にはさらにものすごい量のネズミと命があるんですけど、これね結構なんだろうな、もうだ今まで何千匹っていうボールパイソンとそのボールパイソンを食事となりうる、それこそ何万じゃ効かないぐらいのネズミがと関わってきましたけど、もう何万匹も何十万匹もネズミあげてたらネズミに対しての愛着とか感情なんて何もないでしょみたいな思われるかもしれないですけど、結構そんなことはなくて、始めたばっかりの一番最初のネズミなんて食べるんだヘビって怖い、最初は怖かったねっていう、なんかこう食べちゃうんだみたいな感情みたいなので結構別に薄まらないんですよね。ヘビになるって決めた後は、それはそれでネズミも可愛いけど命だし食事だし、そもそも僕も牛も豚も鳥も食べるし同じだしみたいな、なんか割り切りみたいなのはあるんですけど、ヘビを飼おうって決めた時もそういうのは全然あるんですけど、そこからさらにサイコパスになっていくかっていうとそんなことはなくて、でもなんかごめんねみたいな気はねちょっとある、ずっとあるよね。またとはいえなんだけど、全然とはいえなんですけど、もう本当にヘビやなんてネズミは哺乳類の命なんて何とも思ってないんでしょみたいなことを思われるかもしれませんが、結構そういうことはなくて、命の循環っていうかそういうのの中でボールパイソン成り立ってるし、自分も成り立ってるし、地球も成り立っていると、そういうねサークルオブライフを日々かみしめながら生きていますが、しかし君は本当に食べるのが下手だね。諦めてお尻から行った。やめた。たまにねお尻から行くこととかありますね。でも基本的には頭からなのよ。
しっかり飲みました。今喉の下ぐらいですかね。ゆっくりゆっくり体をくねらせることで胃に落としていくと。でボールパイソンってよくあくびみたいな動作するんですけど、口をガーッと開けて、あれって顎直しって言って骨が複数のパーツからなってて、顎とか口の骨がそれを人体で止めてるんですけど、食事した後とかにちょっとなんか収まりが悪い、ポジションが悪かったりするんですね。それをあくびみたいにガーッと開けて、もう一回整え直す顎直しっていう動作をしたりします。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビが生きたネズミを食べる、ご飯を食べるところをご紹介しました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。